はい、ゴビゾースティックについてご説明させていただきたいと思います。まず見てください。こんな感じの何の変哲もない超シンプルなピンテール系のスティックベイトになります。こんな感じです。スペックなんですけれども、全長が3インチで重さが 2.4g になっています。で素材なんですけれども、ちょっと結構柔らかめのノンソルト素材になってます。なのでこれ針をつけないで水中に放り込んでいただくと、ゆっくりこれぐらいのスピードで浮いてくる浮力感になってます。はい、このゴビゾースティックの超シンプルなボディ形状が起こすアクションの特性なんですけれども、これね、今もうちょっともうこの画面にも映ってるんですけど、尻尾がね超動くんですよ。これ尻尾を動かさないように持ってるのが大変なぐらい動きます。こんな感じで試しにこうちょんとすると、こんな感じで尻尾がめちゃめちゃ動きます。でこれはこのボディ形状がすごい関係してるんですけれども、割と太い状態のままボディがここまでいって、ここで急激に細くなってすごい薄いテールがシュッと後ろに伸びる形になってます。扁平な感じのね。で結局それはどういうことかというと、結局ここで入力したこの力がここで減ることなく、減衰することなくここまで伝わって、ここで解放された結果、尻尾がこうね超動くんだと思ってます。これね分かりやすく比較すると、これうちのドロップショット2の 3.4 インチなんですけれども、これはそういう感じでボディがもう綺麗にテーパーがついてるボディ形状をしてるんで、これね同じように力入れてもあんまり尻尾動きません。その代わりこれはボディ全体がこう薄べったくて綺麗なテーパーがついてるんで、入力した力がこうボディ全体をうねらせるような感じで泳がせるっていう使い方にとても向いてます。なのでもうミドストとか、あとドロップショットリグ、名前の通りドロップショットリグとかそういうのにとっても向いてるこのボディ形状だと思ってます。対するゴビゾースティックはこんな感じで、テールの動きがね結構肝になってくるんで、それを活かせるリグが結構いいのかなっていうふうに思ってます。はい、このゴビゾースティックなんですけれども、出発点この開発の出発点はこのね西根鯰4インチになります。これご覧いただいて比較すると分かると思うんですけど、かなり似た形状になってます。微妙にねサイズとか太さとか尻尾の長さを変えてあるんですけれども、これが出発点になってます。でなんでこれかっていうと、娘をね僕よく釣りに連れて行ってるんですけれども、ちっちゃい頃にこっちでいうパンフィッシュですね、ブルーギルとかパンプキンシードフィッシュとかグリーンサンフィッシュとか、もうほんとちっちゃめの魚を釣らしてあげたい時に、この西根鯰の4インチの尻尾をこうカットしてマス針にね刺して使うとすごい釣れたんですよ。でこれはすごい有能だなと思って使い始めたっていうのが出発点になってます。これねどれだこれか、これ実際にカットしたらこんな感じなんですけれども、すごいちっちゃいねソフトベイトにして使うと、すごいちっちゃいね魚がねすごい釣れるんですよね。ただねこんなねもうちょっとねもう言ったらなんですけども、鼻くそみたいなサイズのねこのソフトベイトを作ってまず買っていただけるんかいと、もう製品として成り立たないやろっていうのもあって、いいかと、この西根鯰4インチにあるし、これカットして使っていけばいいかと思って悶々としながらこの尻尾を使っていったっていう経緯があります。でそんな西根鯰4インチの尻尾なんですけれども、そんなねブルーギルとかそういうのを釣ってるうちに、ある時ね気がついてしまったんですよ。このちっちゃい尻尾にでかいバスをねが食いついてくるタイミングがあることに、ね、気がついてしまったんですよ。である日ね思ったんですよ。これをこのちっちゃい形じゃなくって前を伸ばして長くすればいろんな方法で使えるかもしれないなと思ったんですよ。
で作ったのがこんな感じ、ゴビゾウスティックになります。なんでそれの名残もあって、ここにね尻尾にねこの名残ですよね、このスリットがこう入ってるっていうのはその名残もあって、そう使いたいから入れてるっていうことがあります。で結局こういう小さいベイトじゃないですか。これ実際に針を刺した状態なんですけれども、この頭が垂直に切れてないとちゃんと動かないんですよ。で垂直に切れてくれてるとこうちっちゃいベイトでもありながらこれを例えば脳深海に投げるじゃないですか。全然飛ばないですけど、一応ね少しは飛ぶんですよ。これ投げるじゃないですか。これ引っ張るとこの頭のこのカットしてある部分がブレーキの役目を果たして、いい感じでなんですかね、水を押してくれるということにも気づいたんですよ。なんでもう絶対ここは90度にカットしなきゃいけないと。でカットするのにこれが目分量でカットするとなんか結構斜めったりするんですよね。なんでそれを必ず垂直にカットできるように入れたのがこのスリットになります。で結局これが斜めになっちゃうとルアーが回ったりとか変な動きをしちゃうんですけど、これを完全にカットした状態で使うとルアーが後でちょっと水中動画見ていただければと思うんですけど、本当に小魚がこうホバリングしてるような感じでこれスイって泳ぐんですよ。でそれをアクション出すためにここはカット、もう90度カットにしなきゃいけないっていうのが、こんな力入れて言うことでもないんですけれどもあってスリットを入れました。はい、このねゴビゾウスティックと西根ナマズの違いなんですけれども、尻尾がね似てるんですけどちょっとね変えてあります。こちらゴビゾウスティックの方が少し長くて尻尾がでボディもね少しだけ太い感じになってます。これテストして分かったんですけど、理解したんですけど、ここにね黄金比みたいなのがあって、ここのねボディの太さとか尻尾の長さや薄さとかがマッチするとすごいいいアクションが出ることが分かったんですよ。でそこを突き詰めていったバランスになってます。であとね素材、こっち西根ナマズ4インチの方は塩が入ってるんですけど、こっちはノンソルトになってます。で結果ちょっと今一緒に振りたいと思うんですけど、これだけね尻尾の振りが違うんですよ。塩が入るとねどうしてもねちょっとね硬くなって、しかもね弾力がね失われていくんですよ。それが悪いってことでもないんですけど、そのルアーに対するマッチングって話なんですけど、ノンソルトにした方がやっぱりねこう綺麗に動くっていう特性があるんで、それがねゴビゾウスティックにはマッチしてるかなと思っています。こんだけ違います。全然違います。はい、ここから水中映像を使ってゴビゾウスティックの仕様をいくつかご紹介させていただきます。これはフィネスフットボールジグにつけてボトムパンプしてる感じです。ゴビーのイミテーションですね。スモラバなんかにもよく合うと思います。そしてこれはスメルテッドフィネスに合わせた状態です。このスメルテッドフィネスのお腹のブレードが左右に触れることによって、そのアクションにこうして尻尾がすごい小魚チックにねプルプル震えて、本当に小魚のような動きをします。これはシェーキングですね。そしてこれがリフト&フォール、これもよく釣れます。はい、これをやりたくてゴビゾウスティックを作ったと言ってもいいぐらいの使い方です。これ尻尾の部分をカットしてDS フックの7番に縫い刺しにしてドロップショットリグで使ってるんですけども、こんな感じで、ね、めっちゃ尻尾がプルプル言うんですよ。これねブルーギルとかもよく釣れるんですけど、実はねバスもよく釣れる仕掛けです。はい、これもゴビゾウスティックの尻尾を使った使用例になります。ノーシンカーですね。これスイベルつけてるんですけど、スイベルつけて使ってもらうのもありだと思います。でこれ針は市川さんの CT5 の6番に合わせてます。そうするとねこんな感じの浮力感になるんですけれども、これをね全然飛ばないんですけど投げてもらって軽く揺すりながら引っ張ってもらうと、本当にねこんな感じでね小魚みたいな感じでねピロ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 泳いでくれます。バスがちっちゃい餌取ってる時は食べてる時はかなり有効な食わせ能力の高いルアーだと思います。
はい、これはねヘビキャロです。ヘビキャロにもね非常に向いてるルアーだと思います。針は市川フィッシングさんの TG1 という針の2番を装着してます。オフセットフックです。こんな感じですね。はい、これは何も切らないでそのまま使って I 字引きしてる状態です。こんな感じでこれゆっくりただ巻きしてる状態です。でこれ針は市川さんの CT5 の3番を使ってるんですけれども、これが結構肝で、これより小さい針4番とか5番とかをつけるとこのゴビゾースティックが浮くぐらいの浮力感なんですけれども、3番を使うとゆっくりこんな感じで沈んでいってくれます。これは水ベルをつけてこう吊るしてる状態、こんな感じのね接姿勢になります。そしてこれ逃がしを入れた感じですね。こんな感じの動きになります。はい、これはジャークした時の動きをスローモーションで撮影してみました。こんな感じでブルブルブルっと逃走アクションを起こしてくれます。はい、いろいろお話しさせていただきましたゴビゾースティックですけれども、正直ね僕が知らないこととか思いもしなかったような使い方とかいろんな使い方がねきっとあると思うんですよ。なんで皆さんもぜひね自由な発想で使ってみてください。そしてねいい使い方が見つかりましたらぜひ教えてください。